もうすぐイースターです。毎年エッグポマンダーを作ってて、もう20年ぐらい私作ってるのね。それで、今年はもうレッスンで、ね、3月のレッスンだったんですけども、エッグポマンダーをパステルにしました。この中にラベンダーのいい香りを閉じ込めています。一生懸命考えて、ね、卵に見えない感じ。はい、今日はこれを作りたいと思います。用意するものは、まずは卵の色は別に白くても、ね、茶色くても大丈夫です。これと、あとはいい香りをするラベンダー。そして布です。この表面に貼っていく綿の布でいいですね。今回はウィリアム・モリスを選びました。なのでちょっと紫っぽい子と白黒の子を選んで、セットをしたいと思っています。あとはタッセル、そしておリボンでここに巻いてあげるかわいいレース。あとは穴が開いてるのね、ここのところ。これちょっと見にくいけどいつもそうなんですけど、こんな風にオーガンジーと布で蓋をします。卵に穴を開けて、そして吊るす紐というよりはかわいいリボンがいいですね。それと今回はなんとベネチアンガラス玉を用意しました。アシスタントの松村さんと一緒に日暮里まで行って布選びからね、このレースを選んできたり、とっても楽しい時間を過ごして、びっくりしたのが、こういうのをね、ビーズかなと思ってたんですけど、入ったお店ね、ベネチアンガラスよって、もうテンションが2人とも上がってしまって、ベネチアンガラスのこのガラスの玉をつけることにしました。ね、すみれとお茶会もあったので紫、それと私のお部屋に合わせてブラックとかグレーシュなベージュみたいなものを、グレージュですね、選びました。じゃあ早速作っていこうと思います。まずは卵に穴を開けることから。こんな風に卵に穴を開けます。生徒さんにも穴開けてくるようにって言ったら、ここの上に穴を開けてきた人もいるので、今回はこの上と下がとても重要なポイントになるので、この真横のところね、縦長の方に開けようと思います。ちょっと開け方をご説明しようと思います。やってみます。だいたい1円玉ぐらいの大きさの穴を目指して、でもこれより大きくてもちっちゃくても大丈夫です。でも目安です。最近ね、卵大きなのがない、なんてか。値上げとともにちっちゃくなったのかな。本当に比べてみたのね、スーパーに行って。でもほとんど小さいですね。だから1円玉ぐらい。大きかったらもうちょっとね、50円玉ぐらいでもいいかもしれません。で、目指せ。こんな感じ。できるだけ丸く。でも四角になっても、なんか変ないびつな形になっても問題はないです。それで、だいたいもうこれぐらいの大きさだということで、これはもう皆さん印は全然つけなくてもいいんですけど、目指せということで今丸をつけました。で、なかなかこの大きさに切り取ることは難しいので、ちょっと小さいところから始めるとできます。やり方いろいろあって、小さいところから目指して押しピン、これはちょっと長い方がやりやすいなと思いました。押しピンでそーっと、これね、ズボッといったらダメなのね。なんかガシャって音がするんですね、ちょっと。だからこれ本当は下に布巾とかがあった方がすごいやりやすいんですけど、このまま持ってガッてやると
割れます。なのでそーっとで持ってでかすかに音がするんですよ。したかな。私はいびつな形になっちゃった。よいしょ。だってこの卵食べたいからできるだけね綺麗に取りたいですよね。殻がどうしても入るんだけど、ちょっと今日はいびつに開いちゃった。でも全然大丈夫です。ハサミで丸く積んどきますね。どちらのワンちゃんでしょうか。グレースです。可愛いんだけどごめんなさい。はい。全然丸くならなくてもいい。でもみんな上手に丸く開けてたわよね。はい、どうやったのかと思うくらい。まあ開けばいいです。大丈夫です。で、これをお湯で洗って乾かします。じゃあ洗って乾かしたものがこれになります。そうですね。あんまりこう卵の色がすごい濃い茶色あるけど、生地の色が白っぽかったら透けるので、それは気をつけてください。黒い生地だと全然どちらでも大丈夫です。じゃあこれに貼っていく布を今日は一つはちょっと春色でしたいと思ってどうぞ。でピンキングバサミでまあ15ミリから20ミリ角、大きくても2センチをピンキングバサミでカットしていきたいと思います。そう、去年も言ったね。中古屋さんで見つけたのね。私より年齢の上の方たちが皆さんこうかっこいいのを持ってくるのね。聞いたら嫁入り道具だったって言って、あまりにもかっこいいね。今探してもないんですよ。今ここが赤とかね、すごいかっこ悪くて。で、中古屋さんで横浜で連れてってもらったところに見つけました。やっぱり日本製じゃなかった。ピンキング、なんて書いてあるの？シサーツっていうね、というね名前で、ちょっと皆さんも中古屋さんに行ったらあるかもしれません。と言ったら、メルカリで探して持ってきてきた生徒さんがいらっしゃいます。じゃあこれで切りますね。で、三角になっても、四角になっても台形になっても全然問題がないです。ただもう四隅がすべて、まあ三角だと三点になるけど、ピンキングがかかってる頃とっていうのが必須条件です。なんで大きいのや小さいがあったらいいっていうのは、理由はですね、卵にこれを貼っていくんですけど、大きなのはこう広い面には貼れるんだけど、細長い面には貼りづらいです。それで大きいや小さいがあっても構わないということと、大きな2センチ以上のものは貼りにくいということになります。じゃあこれができました。そしたらですね、まず貼りますかね。で、貼るときに布用のボンドを使って貼ります。でも古いね、このザ・ガーデンとかっていう、こう英国園芸王立協会っていうところの会員だったので、かれこせもう30年ぐらい前からこれが本が溜まってて、読んでるかというと見てる、もう一回見たら終わりで、本当に本見てないものなんですけど、これ捨てるのがすごいもったいなくて、でこれをねレッスンの時に糊の台紙にしたり、いろいろ養生する時の代わりにしたりして使っています。もう派手なとこしか残ってないね。みんながすごい綺麗なお花のところを取っちゃった。ほとんどないじゃないね。そう、みんながね可愛いとこ取るんですよ、綺麗なところを。
はいどうぞ。そうこのビオラなんかもすごい可愛いの。これもう切る時だけでもみんなキャーキャー言ってますよね。はい、じゃあ私もこうやってここに糊をつけてやっていこうと思います。はい、結構糊はたっぷり必要です。思ったよりたくさん糊がいります。まずは上と下、これ上と下を決めたいと思うんだけど、卵の細い方が上です。平たい方が下。でもね、卵によったらほぼ一緒の卵もあります。一緒な感じだね。うん。ね、不思議よね。うん。じゃあこれで上と下から貼っていきます。で、この穴の周りはそうですね、1センチ以上残してください。きれいに残さなくても大丈夫。はい、じゃあ始めてください。はい、布につけてありますよ。これは必須ですね。卵につけてあると重なりができないので、しっかりとこのギザギザになったところまで糊をつけます。で、ここの上にこうやって落として、膨らみがないように、空気が中に入らないように可愛くつけていきます。では、このタッセルとリボンを通す穴を開けたいんですけど、これとこれが一直線になりたいよね。なってないんだけど、あんまり気にならないと思うんで、でもできるだけ一直線になるようにと思っています。で、この目打ちで穴を開けるんですけど、こうやってくるくるこう卵を回すと、ちょっとずつこう見える角度によって上か下か分かります、かな。こういう方法かなと思います。はい、でしっかりそこに手を当てて、でそうやって穴を開けると下の卵が潰れます。だからすると開きます。もうはい、開きました。紐が通るぐらいの穴が開かない。よいしょ。ここに穴が、ちっちゃい穴が開く。うん。カチャって音がするね、ちょびっとね。で、その時に、ちょっと穴が開く感じ。で、そこからぐりぐりと押し込んでいくと穴が開くことになります。これ重要やね、まっすぐかどうかが。で、ここと決めたら、ぐりぐり。あ、ちょっと音がする。私の今日の卵はすごい開きやすい。卵によって開けやすさが違います。なんかわかんないけど、高い卵の方が殻が薄いのか、レスの時にみんな早く穴が開いたから聞いたら、平飼いの卵って高いんだけど、その人は早いの、穴開くのが。もっと開けてください。そう。右手は力を入れる。左手はここをホールドする。力を入れるから割れる。割れる割れる。だから左はホールドしてるだけで、このところに刺すかもしれない。右はもうこうやってグリグリとした。ついています。見たでしょ。
ね、はい、布貼ってるからできるの。これね、布貼る前にはできない。卵はバリバリ割れちゃうんで、この上下はちゃんと布貼った後にやります。はい、じゃあこれね。はい。はい。で、タッセルを一つとポリゴンを一つずつ。これね。さて、卵の上下は決めますね。細い方が上、太い方が下ね。で、じゃあ下にタッセルをまずつけますか。さてこれをどうやってつけるか考えてみよう。どんどん頭を使わなくなってくるのね。 AI に聞いたりね。多分 AI は教えてくれない。私はこれ先生これなんかね AI に教えてもらったんですかって。いやいやそんな気は全然なくて自分で生み出しましたと言いました。はい、どうするでしょうか。はい、じゃあこれを、はい、こうやって糸通しの要領なのね。こうやってこういう形ですね。半分のところでタッセルを引っ掛けます。そして間違わないように下の穴からこれを入れて、ここの穴からこれを出します。ただ引っ張って出したらヒュッと入ります。やりやすいです。そうでしょ、はい、でね、ちょっとねこれが長いんですね、タッセルが。ここからここまでより長いんで、一結びしたらちょうどいい長さになるんで、ちょっと一結びだけ置いといてください。タッセルの紐だけが一結びですよ。はい、結び目1個作るだけでタッセルの紐が短くなるんで、結べたらどこでもいいです。どこでも、はい、結ぶことは短くするだけなの、糸。だからどうでもいいので、まあどうでもいいっておかしいけど、1個結んでくれたらちょうどいい長さになります。外すんですね。はい。じゃあこのリボンが上が輪で中がペラペラですけど、上を輪にしてやりましょうか。はい、はい。じゃあこれ輪にした方をはい、ここから入れます。はい、で、ははい、入れてこう出しますね。い、そしてここの中に糸通しと一緒よ。これを通して、そう、これね、やっぱ頭の柔軟性がないと考えれなくて、逆の発想ですね。私なんか買ってきたものがここに入らないことにショックを受けて、で逆の発想ね、はい、これ一生懸命考えたら生み出せました。ほら、逆の発想です。こうです。そうでこれつけたままにしといて、はい、それで、さっきのはい、タッセルの、はい、これもまたねタッセルが短いからすごい難しいんですけど、通してで結ぶのね。じゃあこの長さの調節は自分でする。でもう中は見えなくなって、私はもうこれでさっきタッセルの紐に通した、これ絶対通すよ。通して、そうですね。そしてこうやると長さが決まります。けどこれちょっと長いなって、ちょっと長い私ね思ったら、もう一回引っ張り出して、今結んだこれをもう一つ短く、はい、けど、はい、これね、で下がこうピチッと出てる、ついてるでしょ、はい、こう隙間がある、うんちょうどこういうイメージで作ったらいいです。はい、はい。でここにもうせっかくこれが動いたら嫌なので、2人で感動したベネチアンのビーズを、ビーズじゃなかったね、ベネチアンのガラス玉をここで、入らん子もいるんですよ。入った、はい、これもうこれで閉まりました。止まります。もう動きません。でちっちゃい子は動かないんですね。で大きな子はだから入れたらいいかな。どっちが上下でも構いませんけど、日暮里って材料を買ったもののどうやって作るんだろうと悩んだんだけど2日かかりました、これを見出すために。じゃあこれでこの中にたっぷりと入れていくのはラベンダーですね。いい香りです。
はい。じゃあ、このオーガンジーで、ここの今入れた穴を塞いで、ラベンダーが出ないようにします。ちょっと大きめにカットしてあるので、ちょっとちっちゃく。はい。この蓋をするときは、卵につけます。卵にのりちゃんをつけて、この穴があまりにも小さいと、せっかくのラベンダーの香りが、少ししか外に漏れなくなるので、まあ1円玉っていうのが理想かなと思います。はい、蓋ができたら残りの部分に貼っていくんですけど、次貼るときはルールがあって、ここの穴が綺麗に見える方がいいので、例えばまん丸とかひし形とか、だから先にそういう風にここの空洞が綺麗に見えるようにまず貼っていきます。もう完成したも同然ですね。なんか綺麗に切れてない人もなんとかなるものなんですよ。そうです。そう、綺麗に切れなかった人もここの、ね、穴がね、もういびつですとかって言った人もここで綺麗に調整することができますね。そうね、小さい方がやりやすいかもしれないね。そう考えると。で、じゃあ残った穴が開いたとこは最後に意識して布の柄もちょっと見ながらねやった方がいいですね。せっかくなので。私はなんか紫のとこ使いすぎて紫がなくなっちゃった。まあ、少々のことは皆さん全部最後には綺麗になって仕上がっていきます。はい。で、このベルト鉢巻きとかベルトとか言いますけど、ちょっと用意したので、どっちがいい？こちらでもいいです。この人を貼っていくのは、全体に少しずつつけておきます。チュッチュッチュッと。一周します。一周するときもまっすぐしないとダメね。で、最後ちゃんと止める。まあ、前後ろは別にどっちになってもいいんじゃないかなと。で、ここにつけるためにね。はい、じゃあここにつけてみようと思います。外して。はい。はい。私はカーテンにつけるために今回作ったんだけど、ドアノブにかけてみたり、椅子の背もたれにかけてみたり、いろいろ使えると思います。まあ、イースターが終わっても全然大丈夫だと思うので、いろんな色を作ってみられたらどうかなと思います。ガーデンズのオンラインショップでも私が布をたくさん買ってきたので、まあ、数には制限がありますけれども、キットとして、皆さんにお送りすることができると思いますので、ぜひ、チャレンジしてみてください。多分細かいところはやりながらハテナ印がいっぱい出るので、この YouTube を何度も何度も巻き戻してチェックしてみてください。はい。じゃあ、私も、エッグポマンダー、すっごい楽しみました。皆さんも楽しんでください。